と素晴らしい。川崎さん、すごいバイク作ったね、これ、マジで。すごいよ。いやー、川崎のバイクがめちゃめちゃ気になり始めた。体の一部をですね、お尻ですね、ヒップをですね、ボディに、ヒップ、ボディ、くっつけとくっていうのが大事ですね。安心しかないでしょ。安心しか。安心の歯医者さん。まさちゃんの動画。じゃあすいません、お借りします。はい、それではですね、今日も元奥レンタル大宮差し置き店サイクルロード伊藤さんでお借りしております。これめっちゃかっこいいよ、これ ZX25R。 先週ね 4R を乗ったので、だいたい操作性は慣れておりますが、初めてエンジンをかけます。いい音ね。ちょっとまだエンジン冷えてるんでね。しかもね、今日ね、タイヤ新品のチェーン新品のオイルも新しいそうです。フレッシュなね気持ちで乗っていきたいと思いますけども、車両的にもね1万キロぐらい走っているので、ちょうどこなれてねいいところだと思うんですよね。そして先週乗ったね 4R がこちらにあるんですけども、こちらですね。でフレームとかそういったもの全て共通なんですけど、タイヤサイズがね違います。4R はねリアが160、25R がリアが150です。そしてフロントが 4R が120、25R は110ですね。そしてね車高が少し 25R のが低いというところと、それとね注目なんですけど、ちょっとねこの辺買う人は結構マニアックな方がね多いと思うんですが、キャスター角トレイル量、これはねちょっとマニアックで、僕もちょっとよく理解していないんですけども、要するに地面から垂直からこうフロントフォークがこう寝てきますね。この寝てくる角度が寝てれば寝てるほど操作性が緩いというか、で立てば立つほど操作性がクイックというか、そういうことらしいんですね。アメリカンとかねこう結構寝てるじゃないですか。で実は 25R と 4R の方が1度ぐらい立ってるんですね。でトレイル量っていうね、ちょっとこれも難しいんですよね。これがこう降りてきたところと垂直に合わさってるこの距離ですね。これが長ければ長いほど要するに操作性がゆっくりしていて、短ければ短いほど操作性がクイックと、その数値も 4R の方が少し短いです。そういうねちょっとの操作性がどう違うのかなというところをちょっとね感じながら、感じれるのかな、多分あんま感じれないような気がするけど、感じれたら感じれるかなというところと、またね 4R 先週乗ってるから比較レビューになってしまうので、比較レビューにはしません。比較レビューにはしませんので、どっちがどういう方がね乗ればいいかなっていうのも多少レビューできればいいかなと思っています。そしてですね、なんとマサチャンネル免許取り立ての1994年、サイクルロード伊藤さん会長さん自らご見捨てをしております。いい会社でございます。免許取って限定解除を取った後にですね、昔の90年代のですね ZXR250 っていうね川崎の 250cc の4気筒のバイクを実はもらったんですよね。でそれがもう外装とかこけてもぐちゃぐちゃだったのを全部剥がしてきれいにして、どうかな2年ぐらいねネイキッドっぽくして乗ってたんだよね、アップハンドルにして。そういう経緯もございます。当時は 250cc はね40馬力規制っていうのがありまして、このね ZX25R はフルパワー仕様45馬力となっています。初めてまたがります。おお、いいですねこれね
4R でも思ったんだけどね、ポジションね、意外といけそうなポジションなんだよね、長距離。クイックシフターモードもオンになっております。よし、行きましょう。なんせレッドゾーンが17000です。泣けてくるぜ。もちろんバイワイヤーですね。さあ行きましょう。意外とハンドル切れるんだよね。ちょっと待って、どこまで回していいかわからないけども、5000回転しか回ってません。すげえ、すげえ、これ。あ、曲がりやすい。すっげえ回ってる感じするけど、これ今ので6000回転だからね。恐ろしい恐ろしい高回転です。いや、際立って軽いな。180キロあるからね、250としてはそんな軽い方じゃないんだけどね、極めて軽い感じがしますね。やべえ、気持ちいいしかございません。でも今のでさ、6000回転ぐらいしか回ってないからね、どういうことだよこれ。足つきぺったりです。そしてこの前も同じだったね。これね、この前気づいたんですけど、4R の時にね、止まってないとニュートラルに入らないのよね。動いてるとニュートラル入んないです。で、僕結構癖で、なんか止まる寸でニュートラルカチッて入れて止まるみたいな癖があったんですけど、なんで入らないんだろうなって思ってたんですけど、入りづれーとかって思ったんですけど、実は止まらないとニュートラルに入りません。なんかこれアクセルつなぐときにさ、なんかちょっとこうアクセルが開いたような感じになるんだけど、これアシスト的な感じになってんのかな。もう6速入ってるよ。ちょっと待って、6速入っちゃってるよ。曲がりやすいし、ちょっと待って、6速で何キロで走るのこれ。今6速です。30キロだよ。37キロ。回転数でいうとこれもう出ないな、これ。出ないなっていうか、3000回転ぐらい。いや、全然走れちゃうけど、これ恐ろしいな、これ。30キロ。30キロで6速で走れるんですけど、すげえ。6速にパパパって入れちゃったらもうアクセルオンオフだけで済んじゃうじゃんね。すげえバイクだな、これも。でもこれさ、ちょっと待って。今、4、3、2、30キロね。40キロ2速で8000回転。すっげえ回ってる感じするけどね。まだ半分も回ってねえんだよ。どういうエンジンですか、これ。ちょっと待って、ローにしたい。ローで35キロで9000回転。ちょっと待って、これおもちゃ見て。すげえおもちゃみたいだ、これ。すげえいいぞ。いや、これは絶対ハマるぜ。これね、もちろんこれファーストタッチっていう動画なんですけども、今日奥多摩周遊道路、バインディングね、それから高速道路、それからこのファーストタッチ総評燃費報告っていう動画ね、4本構成になるんですが、あと足つきポジションチェックね。その動画とは別に ZX4R と 25R どっちをどのような人が買ったらいいかっていう動画も出す、比較動画も出すんですけど、これね、本当にこれはね、エンジンの回る楽しさっていうのは 4R も
25R ももちろんあるけど、25R の方がやっぱりもうモーターだよね、ここまで来るとね。なんか今走行中にニュートラルに入った気がするんだけどな。ちょっと待って、走行中ニュートラル入るのこれ。入るな。俺嘘ついた。あれ 4R 入んなかった気がするんだけどな。嘘かな。うわ、すげえ回ってるような感じするけど回ってねえんだよな。そしてね、やっぱ川崎さんね、このクイックシフターの出来がすげえいいよ。そしてちょっと乗った感じで、このねポジション、このね川崎さんのね SS のポジション、僕ほんと大好きになったんですけど、足がね前すぎ、後ろすぎないのよ、ステップ位置がね。だからこうバックステップとか入れたいっていう人が出てくるんだと思うんだけど、このね、僕はこの前すぎないステップのポジションが素晴らしいと思います。なんかワンチャン長距離とか結構いけるんじゃないかなっていう気持ちにさせてくれますね。っていうのは、バックステップだともうここ腕にね相当力がかかるんですよ。それからニーグリップしてなきゃいけないんですけど、ステップが前にあるおかげで、前の方っていうか前じゃないんだよ。前じゃないんだけど、ナチュラルな位置にあるんですよ。後ろすぎないバックステップの位置にないから、足でもこの前傾を止めてられるんだよね。しかもね、前傾もびっくりするほどきつくないの。これ今ね、シートの一番いいところですね。ケツの座りのいいところですね。ケツの座りの悪いところじゃなくてですよ。でこのまま地面と今、背骨が垂直。で、スーッと手を下ろしたときに、指先が当たるんだよね、グリップに。こう下ろしたときにね。ここなんですよ、グリップの位置が。ってことは、このくらいの前傾なのね。今、ちょっと触ってるから分かるかな。ちょうどこう触れるんですね。ここから、このくらい降ります。で、ハンドルが遠いわけじゃない。ハンドルが低いんです、これ。遠いわけじゃないから、これね、女の子、すごく乗りやすいと思います。僕みたいな低身長だと、ハンドル遠いとすごいきついのよ。代表的な例で言うと、はやぶさね。はやぶさマジできつかったです。ほんときつかった。あと、フォークイレブン。フォークイレブンもすごいきつかったです。けど、川崎さんのこの ZX25R、それから 4R とともに、ハンドルがそんな遠くない。低いだけで。これはね、しかもステップ位置ともあって、長距離でも結構いけるんじゃないかなっていう気持ちにさせてくれる SS ですね。クラッチもつなぎやすい。意外と下がスカスカかと思いきや、普通にこう、ほら、なんかこれ、聞こえるかな？アクセルを開けなくても、ちょっとつなぐときになんかアシストしてる感じがする。ちょっとエンジン音が聞こえれば、もうこの時点でちょっとアイドリングが上がるんですよ。今ニュートラルですね。で、クラッチ握ってギアを入れると少しアイドリングが上がります。ほら。で、つなごうとすると、ほら、さらにちょっと上がるんですよ。だからアクセル開けなくても発進できちゃう。これは鈴木でいうロー RPM アシストみたいな感じだと思うんですけど、川崎がそれを謳っているのか情報ちゃんと見てこいって。情報をさ、いろいろ事前に入れてしまうと変なね先入観がすごくしてしまうので入れておりません。ただこの鈴木でいうロー RPM アシスト的なのは入ってると思いますね。これね 4R は入ってなかったと思うけどな。そのおかげでもう一回やるよ。握ってギア入れる、少しアイドリングが上がる、つなごうとするとさらにアイドリングが上がりますね。なのでエンストしないです。こうやって普通に発進できちゃう。アクセル開けなくても。これはねやっぱり下が
っぱ薄いエンジンだと思うので、こういう機能っていうのはすごくありがたいんじゃないかなと思うんですね。そうそう、なんかね、こういうのをこうコンビニとかのね、車庫入れってわけじゃないけど、その時にさ、こうファン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 とかって吹かしてる人いるじゃん。信号発進とかでさ、普通に発進すればいいのにさ、なんかこうファン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 とか言って、あんなのはっきり下手くそだからね。僕下手ですって言ってるのと同じだから。こうさ、スマートにさ、こんな感じで発進しようよ。一速でレッドゾーン近くまで行って60キロぐらいです。これはマジで遊べるよ。もう遊べる予感しかしない。これは楽しいよ。もうね、4R とかになっちゃうともう速すぎちゃってちょっとビビっちゃうけど、いやこれも速いよ。速いけど、いやーこれは楽しいぜ。ざらついた高回転の音っていうか、なんか川崎っぽいなーっていうね。それでですね、ZX25R をメインのバイクとして考えている方がほとんどだと思うんですよね。バイク2台も3台も持てないじゃないですか。それで今日ね、このままワインディングに行って高速道路乗って約200キロちょっと走ると思いますね。時間的に言うと7時間ぐらい走ると思います。ほとんど乗りっぱなしです。その時間乗ってマサチャンネルの体がどういう風にダメージしていくのか、きついところが出てくるのかというところをね、レビューしていきたいなと思うんです。で、ネガな部分、今乗った感じはほとんどネガな部分ないですよ。発進もね、さっき言ったアシストされてるからしやすいし、クラッチももうおもちゃみたいに軽いし、でやっぱ25のこのバイワイヤーですよ。アクセルもめっちゃ軽いし、これはもう本当に扱いやすいと思うので、前傾もそんなね、きついけどそんなにこうきつくないし、走行後にまずね切り替えて、それでですね皆様にお伝えしようかなというふうに思います。走行後にワープ。はい、というわけでですね走行中ではございません。ZX4R とのね比較動画を今走り終わった後に撮りまして、そしてですねこれからレンタル元に返すまでにですね総評をねしたいと思います。綺麗だね、夕焼け。いやー寒くなったわ。先週なんかさ25度だったのに、今週最高気温15度よ。10度下がるってすごくない？いや全然ね体が追いついてませんのでね、もう真冬の格好でね乗っております。そしてですね今の走行距離が179キロ、180、あと10キロぐらいあるから180、190、200キロ弱ですね。今日走りました。まさちゃんの動画。はい、ということでですね、ちょっとうまく動画が撮れていませんでしたので、アフレコでここから失礼いたします。まずですね ZX25R、 このね SS タイプのポジションというのが私は非常に苦手です。これはね動画内でも何度もね言ったと思うんですけども、もうとにかくね手首、首、肩、この辺へのね負担が非常に大きいです。しかしお尻はね実は肩とか腕とかで支えてる分ね、お尻にかかる負担が少ないのでお尻が痛くなるっていうのは割となかったりとかするんですけれども、実際ねこの ZX25R がどうだったかと
いうところなんですけども、まあ通常考えればね、どう考えても手首首痛くなるなーって思っていたんですが、なんとですね、この 25R に関しては俗入 SS って言われているものよりもね、ポジションがきつくないんですよ。前傾がそんな深くない。これはね、ハンドルがですね、遠くないんですね。低いんですけども遠くないです。楽なポジションというか、そういうところに貢献しているのはステップ1ではないかなと思いますね。ステップ1が非常にね、絶妙の位置にあります。もしかしたら峠をガンガン攻めたい人にとってみたら、もう少し後ろの方がいいかなって思うポジションかもしれないです。かもしれませんが、僕はですね、長距離も行くし、プチ2も行くし、峠も走るしっていういろんな総合的なねところで考えたら、このステップ1、それからポジションっていうのは素晴らしいと思います。ただ僕の身長164センチではそう感じるんですけども、逆に背の高い方、170後半とか180とかになると、なんかもっとハンドル遠い方がしっくりくるな、もっとステップ1後ろの方がしっくりくるなって思うかもしれないですね。なので小柄な人にとってみたら非常に乗りやすいポジションではないかなというのが僕の印象です。しかもですね、今回は肩、首、手首痛くなっておりません。結構長い距離のツーリングも行きたいんだよな、どうなのかなと思ってる人にとってみたら非常に有益な情報ではないかなと思います。このバイク非常にポジション素晴らしいです。体痛くならないです。そしてね、お尻なんですけども、お尻はね、お世辞にもね、厚いシートではないです。これはしょうがないんですけども、前傾がある分、通常アドベンチャーバイクみたいに直立ではないですから、お尻のね、痛くなるポイントが少し違うんですよね。アドベンチャーバイクとかはお尻の真ん中というかね、尾てい骨までいかないんですけど、お尻の本当に真ん中あたりが痛くなるんですよ。ですけど前傾があるバイクっていうのはもうちょっと前ですね。ちょっと男性的に言わせていただければ、たまたまちゃんのあたりが痛くなるんですよね。で、今回そこまでじゃなかったんですけども、そのたまたまちゃんの裏あたりがですね、ちょっとしびれたような痛みを少し伴ったかなと思います。だからこれだけ克服すれば意外と長距離もいけるんじゃないかなと思いますね。そして足つき性に関しても、これはね、足つきポジションチェックのところで見てもらうのが一番いいんですけども、実はね、ビートというメーカーのですね、ローダウンサスが入ってるんですよ。ローダウンリンクですね。で 1.5 ぐらいは低いみたいなんです。そんなにビートのローダウンリンクが入ってるからといって気にしなくてもいいかなとは思うんですが、足つきに関しては僕で両足べったりまではいかないです。片足はもうかかとからベタとつきます。で、足つきに関しては164センチでそういう感じなので、そんなに気にされることはないかなと思いますね。5センチ低い人、160センチ、150センチ後半ぐらいの方にとってみたら、つま先まではいかないと思います。母子球はしっかりつくと思いますね。ただ150センチ真ん中ぐらいになってくると、ちょっとちょんちょんしてくるかなという感じ。そこでこのビートのね、ローダウンリンクとかっていうのが生きてくるのかなという感じはいたします。そしてね、取り回しに関しても軽いですし、しかもね、SS にはびっくりするぐらいハンドルがちゃんと切れます。あ、こんなにハンドル切れるんじゃんっていうぐらい切れます。なので取り回しに関してもそんなに気にする必要ないかなとは思いますね。そしてね、注目の操作性です。特に峠ですね。僕が SS に対してちょっと怖いなって思うようなトラウマを生んでしまったのが GSX-R125 に乗ってからなんですよね。非常に軽くてクイックで、もうバンクしても
まだ全然、寝せられるけど君はそこまでしか寝せられないのみたいなことをですね車体に言われてる気がして、でしかも開けた時も、ドンつきみたいなパワーが出るわけじゃないんですけども、なんかこう解凍性がそんなにいいわけじゃないですよね。これはね、寝かせられてないから解凍性も良くないんですよ。寝かせて開ければ絶対にね、頭もインに向いてくるはずなんですね。リアがこう微妙に滑ったりとかして、滑ったりしてっていうのはあからさまにドリフトしてるわけじゃないんですよ。リアが微妙にこう外に向きながら頭がインに向いてくるっていうのがバイクの曲がり方なんですけれども、それが非常にねこう高いスピードになると現れてくるんですけども、非常にねこう寝かせないとできないんですよ。で GSXR125 はねもう軽くて寝かすのが怖くてふわふわしてて、それからねちょっとね SS 系のバイクの操作性がトラウマになってしまったんですけど、このね ZX250 に関しては寝た時にですね重厚感があるんですよ。しっとりしてるんですよ。軽くてふわふわしてる感じが一切ないです。なのでフルバンクに近いところのバンク角の状態でもですねびっくりするような安定感があります。ふわふわして怖くないです。ですので非常に好感が持てますね、操作性に関しても。そしてエンジン、これはねまさしくぴったりですね。ぴったりっていうのはいい意味で扱えるぐらいのパワーしかないっていうことなんですよ。ただ 25R に関しては本当に開けてっても扱いやすいし、音はすごいやる気にさせてめっちゃ速いんだけど、実際車体はそんな速くないみたいな、これはいい意味ですよ。いい意味で楽しめるパワー感ということですね。扱いやすいです、すごく。そういうことなんでコーナーの途中で開けてもドンつきしたりとかギクシャクしたりとかもしないし、操作性で言うとね、クラッチも非常に軽い。それからねスズキでいう RPM アシストってあるんですけれども、クラッチつなぐとちょっとね微妙に発進の時にこうアイドリングを上げてくれる機構なんですよ。でこの ZX25R も同じような機構が入ってて、動画内でもしかしたら言ってると思うんですよね。ギアに入れた段階でちょっと1個500ぐらい回転数がプッと上がります。でつなごうとしてクラッチを離していって半クラに入るとさらに500回転から1000回転ぐらいプッとこう回転数が上がるんですよ。これね賛否はあると思いますけど、僕は非常に扱いやすかったです。これがあるからコンビニとかでねパタパタ足つきながら前に行ったりとかする操作も非常に簡単だし、これはね非常に気が利いた機能かなと思いますね。でアクセルレスポンスも非常にいいんですけども、穏やかではないんですよ。穏やかではないんですけども、吹き切っちゃってどうしようもないみたいなことはないです。例えばレンタルで乗ってきたバイクの中で言うと Z900RS とか、それから僕が所有していた CB650R とか、初期の開け始めアクセルをほんのり開けた時のレスポンスが鋭すぎて半クラして発進するの結構ちょっと気使うんですよ。そういうところが ZX250R は非常に少ないし、もしかしたらこの RP アシストロー RP アシスト的なのがですねなかったら扱いづらいのかもしれないけど、いろんな機構を使って川崎さんが乗りやすくしてくれてるのかもしれないですね。そしてですね、フレームとかもよれたりとかも全然しなくて、一番ねこれはいいなと思ったのはブレーキですね。ブレーキがまずフロントなんですけど、フロントはねドッカンブレーキではないです。ただめちゃめちゃ効きます。初期のタッチが非常に優しくて扱いやすいブレーキ。リアですね、リアが素晴らしい。リアが非常に効くんですよ。このくらいリアが効いてくれるとすごく安心です。姿勢を安定させるためだけのリアブレーキ的なブレーキがありますけれども、そういうのとは違いますね。ちゃんと踏めば踏んだだけ効きます。もうちょっと踏めばすぐロックするぐらいちゃんと効いてくれるブレーキなんで、リアブレーキは非常に好感持てるなと思います。でね、実際に速いかどうかっていうのをねよく聞いてくる人いるんですけど、実際問題で言ったら速くないですよ。速くないと思います。特に峠とか行くとですね、テクニックによるところが大きいのでめちゃくちゃ速く走らせられる人もいると思いますけども、高速道路ぐらいのああいうちょっと速度域が高くなるとパワーはねやっぱりね250だと思います。そんなにパワーないと思いますね。
ただ必要に応じて十二分のパワーを持ってますし、人間がそのパワーについていけるだけのパワー、要するに扱いやすいパワーということでね、ちょうどいいんだと思いますね。でネガな部分あるかなっていろいろ考えたんですけれども、僕はね正直言ってあんまネガな部分は感じなかったですね。ただ一つだけ、このバイクがメインのバイクで1台しか持てない、ほとんどの人は1台しか持てないと思うんですよね。1台しかないよっていう場合に、このバイクだったら長距離もいけると思うんで、ポジションが楽だからね、その辺はすごくいいんですが、燃費ですかね。いや、良くないですよ良くないよね。でもしょうがないですよね。普通に走ってるだけで1万回転のが普通に回ってしまうから、燃費は悪いんだろうなと思ってたけど、燃費をねどのくらい重要視するかっていうことによるんですけども、僕はあんまり気にならないんですが、タンクもねそこそこ大きい、17リッターだっけな、15リッターだったっけな、なのでタンクもそこそこ大きいんでそんな気にならないんですけれど、ちょっとね 250cc でリッター20キロ台っていうのは、20キロ前半っていうのはちょっと悪いなという感じがするんですよ。ではですね、マサチャンネルが乗るとしたらどうして乗るかっていう、どういう風にカスタムしようかなっていう考えると、まず皆様と同じですけれども、マフラーは買いたいですね。高いですよ、20万とかするんで高いですけど、マフラーはねやっぱりこんだけね回るエンジンだったら変えて乗ってみたいですね。非常にいい音がするんじゃないかなって、ワクワクしますね、なんかね。なのでマフラーは変えたいなと。それからねいろいろ調べたんですけれど、ハイスクリーンも売ってるんですよ。でハンドルアップできるセパハンみたいなのも売ってるんですよ。それは組むかな。とにかくスクリーンはもうちょっとね欲しい。僕がちょっと調べたとこだと6センチ高いっていうのはあるんですよね。もうちょっと欲しいな、10センチぐらい欲しいけど、とりあえずそれつけるでしょうね。それからセパハンも3センチぐらい高くできますみたいなのがあったんで、それつけたいですね。でこの2つで結構ツアラ的要素 OK になってくるんで、そしたらリアボックスはねレプリカにつけるどうかなって思うけど、つけなかったらつけなかったでツーリングバッグで僕は全然いいんですけど、ツーリングバッグつけるんならやっぱりあんまり大きいの積めないからサイドバッグ積みたいなとかね。でツアラっぽくして結構ロングツーリングでも行けるし、それを外して通常にご近所のね峠走って楽しむみたいな楽しみ方もできる。そうするとねほぼほぼバイクの楽しみのほとんどをカバーできるので、僕だったらスクリーンとセパハン組むかな。マフラーは変えるかな。トップボックスはつけなくてもいいかなっていうようなね感じかなと思います。メインのバイクになりうるというか、メインのバイクでも非常にいろんなところで活躍できるような素晴らしいバイクでしたというところをですね、皆様にご報告差し上げたいと思います。それでですね、 ZX25R に関しての動画は4つございます。足つき取り回しポジションチェック、高速ドロ、ワインディングドロ、そしてこのファーストタッチ総評燃費報告という4つの動画になっております。これですね ZX4R とともに概要欄にリンクしておきますので、こちら見ていただけると ZX シリーズに関してはほぼほぼわかるんではないかなと思うので、ぜひご覧いただけたらと思います。そしてこっからが大事ですよ。マサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられて、チャンネル登録にご協力をお願いいたします。可愛くて映える女の子の YouTube が私は大好きでございます。皆様も同じだと思いますが、映えないおじさんもですね、真実を伝えようと思ってね必死に頑張っております。特にですねレンタルバイク、今年ですね
18台のレンタルに乗りました。1回乗るとですね2万円ぐらい、もしくは2万円以上します。これはですね18台借りるともうそれはもう大騒ぎです。破産宣告でございます。わずかなですねわずかな Google からの広告収入がですねほんの少しですけどもレンタルバイクの足しになっております。ぜひ皆様のチャンネル登録にご協力をお願いしたいと思います。熱きチャンネル登録をよろしくお願いいたします。選挙みたいになってきました。それではまたチャンネルこれにてさようなら。